ベストオブザスーパージュニア13優勝しましたマスター・ワトです。あの時俺は高橋宏夢の目の前で堂々と言ったことを忘れてはいません。その時が叶える時がやっと来たのかなと思います。そしてマスター・ワトが生まれたこの大須賀城でマスター・ワトとして始まったこの大須賀城で新しい時代をスタートさせたいと思います。以上です。マスター・ワト選手ありがとうございました。続きまして IWGP ジュニアヘビー級チャンピオン高橋宏夢選手、コメントの方お願いいたします。いきなり面白いことを言うね。それは狙って言ったのかい？大阪城はお父さんかい？お母さんかい？素晴らしかったよ、不思議ですよね。トイレに行けない状況になるとどうしてもトイレのことを考えてしまう。新幹線大変でした。いやね、何が大変かっていうとね、3時間以上立ってるっていうのもそれはもちろん大変なんですけどね、何よりもこうトイレに行けない、やっぱトイレに行きたくなる、これ不思議ですよね。皆さんそう思いませんか？こうトイレのことを考えない方がいいのに、やべトイレ行きて他のこと考えよう、他のこと考えよう、なんか面白いこと考えよう。トイレ出てくる、トイレすぐトイレ。もうトイレのマークとか目に入っちゃった日にはね、もう本当に行きたくてしょうがなくなっちゃいますよね。まあそんなことがありまして、皆さん申し遅れました、高橋宏夢と申します。よろしくお願いします。ここからちゃんと喋るのでね、ありがとうございますね。ワトがジュニアを目指す、ジュニアの選手として一生やりたいと思ってくれたきっかけの試合が2017年6月20日後楽園ホール、タッグマッチですけど、この高橋宏夢と当たった時の試合、その試合のことをやっぱり今でも言ってくれていて、日の試合がきっかけで俺はこのジュニアの選手としてやってますと。すごいね、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。これ俺もこういう立場の人間になったんだと、そしてこういうふうにね思ってもらえるっていうのはね、何よりもねプロレスラーとしてすごく嬉しいんです。その2017年6月20日の試合の後のコメントをね見てみたんですよ、この間。それをね正確にちょっと読ませてください。負けません、絶対に負けません。くそ、高橋宏夢、この借りは一生忘れないからな。5年後10年後またお前がチャンピオンになったら、いやチャンピオンじゃなくても高橋宏夢、お前の首必ずへし折ってやる、見とけこの野郎。その約1年後に本当に首の骨を折るとは。でもワトのせいじゃないけどね、誰のせいじゃないけどね、もうこれ本当にでも首の骨を折ったんですよ。首の骨を折ってそのね1年半ほど欠場したのかな。2019年の終わりに俺は復帰したんですけど、その復帰前にね本当に昨日のような大雨で道場の前の川が氾濫して本当水没してしまって、道場が使えなくなって、リング上での練習っていうのができなくなってしまったんですよ。そして俺は練習できなくなるのはやばい、リング上で受け身を取れなくなる、そういう練習ができなくなるのはやばいと思って、そうだメキシコに行こうと思ってメキシコに練習をしに行ったんですよ。その時に遠征してたのがマスター・ワトだから、ワトにすぐ連絡して
メキシコで一緒に練習してくれと頼んだんですよ。でメキシコの CMLL のリング、アレナメヒコのリングで2人で練習して、練習試合もう本当にマジで結構やり合ったりしてたわけですよ。そうやって、俺は復帰できたんですけど、その練習後本当にリングサイドですよね、誰もいないんですよ。カメラももちろんないですし、お客さんも誰もいない。そこでワトが俺にボソッと「いつか必ずヒロムさんあなたを倒します」って言ったんですよ。俺はね、すげえかっこいいなと思ったんですよ。あの時のワトの目の真剣さ、だって誰もいないんですよ。誰もいないところで隣でボソッと「いつか高橋ヒロムさん倒しますから」っていうふうに言われたらドキッとしませんか。俺はすごく心に来たんですよ。あの時のことすごい覚えてるんですよ。だから明日は IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンとしてというよりかは、一ワトのジュニアのきっかけを作った高橋ヒロムとして思いっきりワトのことを受け止めた上で、この俺が勝って防衛したいと思います。ありがとうございます。高橋宏夢選手、ありがとうございました。ここで、マスコミの方の質問をお受けしたいと思います。質問のある方、お願いいたします。マイクでお願いいたします。はい。はい。新日本公式です。マスターワト選手に伺います。先ほど大阪城で生まれたという言葉もありましたけど、そもそもワト選手は大阪の池田市出身ということで、今回はホームと言っていい場所でのIWGPジュニア挑戦、そしてスーパージュニアというある意味凱旋というか、このタイミングでこのホームで、こういう舞台に恵まれたことをどう思いますか。やっぱり、自分のホームでこの IWGP ジュニアヘビー級選手権試合ができるっていうのはやっぱすごく嬉しいことですし、さらにこのベスト・オブ・ザ・スーパージュニア覇者として挑戦できるのはすごく嬉しいなと思っています。だからこそ、しっかり、高橋宏夢を倒して、心の底から喜びたいなと思います。ありがとうございます。もう一つ、今、ヒロム選手からそのメキシコの時のエピソードが明かされましたけれども、これについてはワト選手からちょっとコメントいただければと思います。そうですね、確かに誰もいない2人だけの空間で、この自分自身の思いを伝えたっていうのはすごく今でも覚えてますし、やっぱり自分がジュニアでやるっていうことを決めたきっかけの選手である中で超えなければならない選手だなと、その時にもうすでに自分自身は確信していたので、面と向かって思いを伝えさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて質問のある方、お願いいたします。ヒロム選手に、質問なんですけれども、そのワト選手がメキシコで約束をした、エピソードを明かされましたけれども、こうしてベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの優勝者として堂々とたどり着いたということに関してはどういうふうに思ってらっしゃるんですか。今回は IWGP ジュニアヘビー級選手権なので、俺がチャンピオンという立ち位置ですけど、スーパージュニアの時のことから考えると、もう俺もある意味挑戦者なんじゃないかなと。同じチャンピオン同士での戦いだと俺は思ってます。そのワト選手が、去年の、10月に両国大会で石森選手に勝ってから、非常に飛躍が始まって、今年のベスト・オブ・ザ・スーパージュニアを優勝した意味ではすごく変化した進化したというですね、評価が、定着しているんですけれども、ヒロム選手、今年の、とりわけそのベスト・オブ・ザ・スーパージュニアのワト選手というのはどういうふうにご覧になられましたか。いや俺は正直反対ブロックだったので、あまり全部の選手までやっぱ見れないんですよ。
自分のブロックの選手を研究することで精一杯なので、だから本当にワトの試合を見たのは本当に準決勝と決勝ですかね、その2試合ですかね、ちゃんと見れたというのは、見た上でやっぱり成長しているというか、当たり前にもともと持っていたものを発揮できるようになったというか、もともとすごい選手だったので、それをどううまくリングの上で表現したらいいのか、戦ったらいいのか、それを出したらいいのかが分かんなかったんで、多分今まではそれを出せるようになったと。これは 100% のマスターワットに俺はなったんじゃないかなと思ってます。その 100% のマスターワット選手を、挑戦者として迎え撃つにあたって一番警戒している部分っていうのはどこになるんでしょうか。めっちゃ質問するじゃないですか。これじゃあいいどうしたんですか。してくれって言われた。ぐいぐい来るじゃないですか。してくれって言われました。言われました。言っちゃいましたね、してくれって。びっくりします。3連続じゃないですか。そんなに聞きたいですか。どうしてもお願いします。わかりました。いやー、何でしたっけ。ちょっと待ってください。何でしたっけ。マスターワットの 100% のマスターワット選手が挑戦者になることで、はい、その、一番警戒している点というか、どのあたりを警戒しているのか。いや、警戒するも何もベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの覇者ですからね。俺は3連覇とかしてますけど、今年のスーパージュニアでは優勝できなかったわけで、確実に今はワットの方が勢いも何もかも全てあるので、警戒すべき点っていうことを話すのはすごく難しいですね。 OK ですか。ありがとうございます。あとワト選手にお伺いしたいんですけれども、そのベスト・オブ・ザ・スーパージュニアを優勝して、今回、IWGP のベルトを取ってその先っていうのをですね、どのように、考えていらっしゃいますでしょうか。やっぱりベルトを IWGP ジュニアヘビー級王座になって、新しい時代を作りたいなと思っているんですけど、やっぱりこのジュニアで高橋宏夢、エル・デスペラード、石森泰治といった3人で、ベルトが回った時期があったので、それをしっかり、塗り替えて自分たち若い世代でジュニアを盛り上げていきたいなと思っています。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。それでは両選手よろしいでしょうか。ちょっと待ってください。はい。その若い世代っていうのはワトと他にあと誰がいるの。ヨウさん。ちなみにね、ヨウはね、俺の1個上だから。そうなんですけど、俺はね、その若い世代とか結構ね、敏感だよ。ロビーでも言われたんだよね。世代交代だと。多分同い年。なんかずっとやってるかのように思われてるけど、俺もキャリア的にもまだ13年、そんなにまだ言うほどじゃないよ。だから俺もまだ正直そんな簡単に譲るわけにいかないんだよ。俺がね、これ20年25年やってるんだったら別なんだけどね、まだまだ若い世代、いや俺もまだちょっとねえ、33歳ってもうそんな風に言われる年ですかっていうちょっと感じになっちゃう。申し訳ない、ごめんね。でもやっぱり26の自分がとって若い世代に、これから新日本に入ってくる世代に夢を与えなければいけないかなと、やっぱそう思うんですよ。それは素晴らしい。だからこそあなたからベルトを取らなければいけないなと。ほうほう。ああ、わかりましそれが新しい時代、た。はい。若い世代でやっていくという意味につながるかなと思います。わかりました。でも俺は俺も一緒に盛り上げたいと思ってるけどね。いや、誰も俺もなんか仲間外れにされちゃうちょっと。世代交代とは自分は言ってないので。もちろんそうね。なんか若い世代っていうその
俺はもう入れないんですかみたいな空気になっちゃうから。誰もヒロムさんをなんていうんですかね、年上扱いレジェンド扱いをしてないので。レジェンドまで言ってないよ。レジェンドまで言っちゃうとね、ちょっともう藤波辰巳さんとかあの辺のレベルになっちゃうからね。足元にも及ばないよ、まだは。ただやっぱり自分が取って自分が先頭立っていかないとジュニアは見えないのかなと。もちろん。どうしても IWGP ジュニアのベルトが欲しいという意気込みがすごく伝わりました。ありがとうございます。両選手ありがとうございました。ちなみになんですけど、はい、もう一個ちょっと気になることがあって、池田市出身、これ池田市というのはこの大阪でいうと、ここがもう大阪市内、どれぐらい離れてる？車で3、40分ぐらいのところですかね。まあまあ離れてるね。御堂筋線まっすぐずーっと行けば池田市。そう池田市出身の方っていらっしゃいますか？何か手これはあれですね、思ったよりいないですね。パッと数えれるレベルで10人ぐらいでしたけどね。でもいますよ、もう一人有名な池田出身のプロレスラーが奥村茂さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは調印書の方に、サインをいただきます。まずはチャレンジャーのマスター・ワト選手より調印書へサインをお願いいたします。皆さん何時間ぐらい待ってたんですか？何時間ぐらいですか？5時間。5時間も座ってたんですか？うろちょろ。そりゃうろちょろするわ。5時間はうろちょろするレベルだわ、それは。続きましてチャンピオン高橋宏夢選手、調印書へサインをお願いいたします。では立ち会い人、大張社長お願いいたします。調印書の方へチャレンジャー、チャンピオン、立ち会い人のサインが入りました。ではフォトセッションに移らせていただきます。高橋宏夢選手、マスター・ワト選手、テーブルの前へお願いいたします。以上をもちまして IWGP ジュニアヘビー級選手権試合公開調印式を終了いたします。